皆さんこんにちは。ワールドラバーマックのガネです。今回はほんの少しの工夫で相手がちょっと嫌やなとか、なんかコース分かりにくいなとか、なんか気持ち悪いなとか、サーブがちょっとなんとなく分からへんとか、何回転がちょっと分からへんとか、どういうボールかちょっと分からへんっていう、そういうような形にする簡単な方法をいくつか紹介したいと思います。これ組み合わせてもらったらいいし、これ組み合わせてもらってもいいですし、組み合わせずに単発でその部分だけピックアップして自分のサーブに取り入れるっていう方法もあると思うので、いくらでも使い方あると思うんで、ぜひ試しにやってみてください。それでは実際にやっていきたいと思います。今回もシェイクとペン両方でやっていくんでよろしくお願いします。まず1つ目、ちょっとこっちのカメラで見てもらったらいいと思うんですけど、何も相手の方を向かずに出す。単純にこういうノールックってやつですね。普通はやっぱりこうちょっと出す方向をこう向いたりとかしちゃうと思うし、こう目線がいっちゃうと思うんですけど、もう目線をもうボールに置かない。でいくでも一緒。目線を寄せないで出す。こういった形でやると。これもほんまにマックのサーブでも一緒やけど、何でもいいんで、こう目線を見ない、もうどっちかというともう卓球台とは逆の方向を見るような形で見てもらうと、相手からするとってなりやすいんで、ちょっとこういうの試してみてください。続いては逆モーション。これ今回ちょっと逆モーションのやり方は簡単にしか説明しないんですけど、本当に簡単な部分で言うと、さっきとは逆で、さっきは見ないっていうことをやってるんですけど、逆に見る。クロス打つよ。クロスに目をやる。クロスに目をやってストレートに打つとか、ストレートに目をパッてやってクロスに打つ。逆の方向を向いて逆の方向にサーブを出す。ストレート向いてクロス出す。クロス向いてストレート出す。クロスを向いてストレート出す。こういったやり方です。こういう方法。この逆モーションっていうのはどっちかというと、さっきのさっきのこう相手の方向を見ないっていうのは、もうどこに飛んでくるか相手はイメージできないとか、なんか気持ち悪いっていう感じなんですけど、逆モーションに関して言うと、フォアに来るって思わせて逆に来た、ストレートに来るって思って逆に来るっていう、だから真逆の行動になっちゃうんで、結構一瞬でも釣られちゃうとチャンスボールっていうのがすごい作りやすいです。で、逆に何も見ないノールックっていうのはどっちかというと、もうどこに来るか分かんないから、相手もこうフォアで待つのかバックで待ったらいいのか、どっちに待ったらいいのか分からへんみたいな感じになっちゃいやすいので、ここが結構ノールックと逆モーションで大きく違うと思う。5対5とかでなんとなく待たないといけないのがノールックやし、逆モーションっていうのは8対2とかで相手を待たせて、うわーっておかしくなっちゃったみたいな。一発で決めるっていうのは逆モーションの方が決まりやすいと思うんですけど、常に継続的に相手にダメージを与え続けようと思うと、こういうノールックの方が意外と大きな得点にはならないけど、ちょっとずっと気持ち悪いなって思われやすいんで、そこちょっと理解した上で使うとより効果的になると思うので、ぜひ使ってみてください。続いてトスを16センチ以上上げてくださいっていうことなんで、16センチこうギリギリにすると、ギリギリにして出す。これはやっぱりちょっとリズム取りにくいと思う。こういう16センチギリギリで出す。これはあんまりギリギリやりすぎたら言われちゃうと思うし、あれなんで、言われない範囲とかルールのギリギリの範囲内でやってほしいんですけど、でもやっぱりすごい言い方悪く言ったら、これって取りにくいじゃないですか。マジでも実際グッチーさんこれ取れないですよね、こんなんされたら。リズム取れない。これはもう完全にルール違反なんですけど、でもやっぱりルールとして16センチ以上上げたら OK っていうルールがあるんで、16センチギリギリなら実際 OK なんで、だからそこの16
センチギリギリの言われない範囲ギリギリのところをつけばやっぱり相手はこうリズムちょっと取りにくいと思う。普段そのルールをしっかり守ろうって思ったサーブっていうのは何も考えずにしっかりルールの範囲内でしっかりやろうと思ったらこうちょっと高めにトス上げてとかやると思うんですけど、やっぱりみんなこういうトスになっちゃうとリズムみんなが取りやすくなってお互い取りやすいとは思うんですけど、このギリギリだとやっぱりちょっと取りにくいですね。これはちょっとリズムが取りにくいんで、ちょっと別にルール違反せえって言ってるわけではなくて、ルールのギリギリをつくっていうのはやっぱりトップ選手対トップ選手で戦うにしても、下の方でこう中級者で戦うにしても初級者で戦うにしても、勝とうと思ったらやっぱりこのギリギリをつかない、コースだってギリギリつかないと勝てないし、そういう風になってくると思うので、ルールのギリギリをつけば相手もすごい嫌になるんで、そこをうまく活用してもらうっていう、この16センチギリギリにするだけでも、あとはもうほんまちょっと工夫するだけでも効果的なんで、こういうのちょっと意識してやってみてください。はい、続いては逆にもうこの極端にこう高く上げるやつね、ハイトス。高ければ高いほどこういいとは思うんですけど、ハイトスで上げたサーブを出す。これはやっぱり相手の目線をこう上に上げさせることができるんで、ちょっとこうハッてなりやすかったりとかすると思います。これやっぱ取りにくいですね、このハイトスのハイトス、極端に取りにくい。やっぱり普通の人のトスってこういうある程度みんな一緒になっちゃうんです。これぐらいやったらみんなこの辺でみたいな感じになっちゃう。逆に極端に低いとか極端に高いってなると急にタイミング取りにくくなっちゃうんで、この相手のタイミングをずらすためにこのハイトスっていうのをやってもらったりするのがいいと思います。あとはちょっと自分の中で、もしこういうのを取り入れるとしたらぜひやったらいいなって思うのは、こう構えて普段通りのこのトスでこういう風に出しながらこうハイトスしますっていう感じでこうハイトスしてこう出すっていうのと、ハイトスしますって言ってハイトスじゃないっていうのは結構リズムとして取りにくいです。これはリズム取りにくいと思うんで、こういうハイトスをうまくも活用してるよ、普段からこうやってハイトスでこううまくサーブ出してるよっていう方はハイトスしますでもやりませんっていうのは結構聞くと思うんで、こういうのもちょっと取り入れてもらうとすごいちょっとあって相手がなりやすいんで、こういうのもぜひ取り入れてみてください。続いてラケットの打った方とは反対側の面を見せる。こういうやつですね。こういう自分やったら黒いの方をこう見せる。こういうやつ。ちょっと何回転か分かりにくくこうなりますよね。こういう感じでやるんです。何サーブっていう感じになるのが結構特徴的だと思う。回転がどうとかじゃなくて何のサーブ来たみたいな感じになりやすいんで、そのさっき言ったノールックみたいな感じで何のサーブ来たかこう一瞬何か分からんくなる。こうやられるとちょっと何回転来たか分かりにくくなるっていう、そういった良さっていうのがあると思うんで、こちらの方を意識してこうちょっとね相手の目線の方に対してちょっとこう相手の方に対してこの打つ方ではなくて打たない方の面をしっかりとこう見せてあげる。そうすることで分かりやすくなるので、ぜひこうやってみてください。続いては、その構えですね。構えを単純に巻き込みにして順横にするとか、順横の構えして
巻き込みにするとか、それだけじゃなくてトスっていうかこう構えをこうちっちゃくして短くする、これ普通なんでちっちゃくして早くポンって出す。ちっちゃい状態で構えちっちゃい状態で早いの出す。逆に大きく構えて大きく出す、大きく構えて小さく出すこういう方法もあるんで、ぜひこの構えを大きくしたり小さくしたりもそうやし、そもそもの構えを巻き込み出しますって巻き込みじゃないよとか、そういうのも工夫として取り入れてもらうとすごい分かりやすくなるんで、ぜひこの辺も試してみてください。はい続いてはちょっとね、さっきやったこのラケットの面を見せるっていうのとちょっと近くなるんだけど、それとは逆にラケットを隠す、下に隠す、下に隠す、こういう感じ。ラケットを下に隠す、下に隠す、こういった状態でやってもらうとすごい分かりやすくなる。これも結構面がね、どういう面で当たったかっていうのが一瞬でこう消えていっちゃう、下に消えていっちゃうんで判断するのがすごい難しいんです。これやっぱり打った後のこの先のスイング見れば、ある程度下かなとか、ある程度上かなとか、ちょっとイメージとかできたりするんですけど、すぐ下に落ちていったりすると分かりにくいんで、こういうのもすごい効果的です。はい、では最後なんですけど、これはちょっと巻き込みがちょっと限定にはなってしまうんですけど、体の近くでサーブをする。でこのボールってこうずっとね見えてないとルール上ダメなんで、こう隠したりとか、こう頭でこうやって隠すのももちろんなしだし、ボールが見えなくなるっていうのはなしなんですけど、やっぱりこう体の近くでこう出せば相手は分かりにくい。こう体の近くでこう出す、こう分かりにくい。これは分かりやすい、すごい、これはやっぱり分かりやすい、これより断然これの方が分かりやすい。こっちの体の近くでこうやる方が分かりにくいと思うんで、ほんまにもうこの体の近くで出すだけ。巻き込みだとこう結構体とラケットでこう挟み込むようなイメージでこうやって出すとすごい体の近くになって分かりにくいんで、ぜひこの辺意識してやってみてください。で今回紹介したやつってそんなにね回転がかけれなくてもできたりとか、ちょっと知識として置いておけば自分のサーブに一つ工夫として入れたりとかできる簡単なところなんで、ぜひこういうのを意識して、自分が今使っているサーブとかにねこういうのを取り入れてもらうとすごい扱いやすい技術だと思うんで、ぜひこの辺試してちょっとでもねサービスエースだったりサービスでチャンスボール作ったりっていうところをできるようになると思うんで、ぜひこの辺意識してやってみてください。今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がめっちゃいい、めっちゃ参考になったっていう方は、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方をまだやってないっていう方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。